現代文学とか近代文学のとこから取ったりとか、なんか世界のいろんな、まあ、怖い話とかホラーとかこういう不思議な話があるとか、そういうとこからイメージ化できたりしたらいいなと思いますけどね。まあ、そういうお客さんが集ってほしいっていう意味で鬼人館っていう名前もありますし、東京の神楽坂で鬼人館っていうプライベートなタトゥースタジオをやってます。ノブと言います。きっかけは、19から25ぐらいまでの間、アメリカのロサンゼルスに学生として留学してたんですけど、その時にあれは20歳ぐらいの時に、一回タトゥーを彫られに行こうと思って、で初めて行ったスタジオ、友達経由でそこに行ったんですけど、そこのオーナーがタトゥー興味あるかって聞いてくれて、で特に他にやりたいことなかったので、やりたいっつってそこに弟子入りさせてもらってって感じですかね。でそこからスタートしました。レザレクションタトゥーというところなんですけど、パサデナにあったとこで、そこで最初1年半ぐらいなんか掃除だけしながらとか、下働きみたいな感じで、空いた時間でちょっと絵描いたりとかしてて、でその後そこで彫り始めて数年経ってからハードコアですかね、流れ的には。一番そうですね、大変ではないけど、スタジオでもそんな厳しいとこじゃなかったんで、掃除とかチューブ洗ったりとか、あと先輩というか他の人が終わったのをこうバラしたりとかクリーニング手伝ったり、でもそういうバラしとかをしながらマシンのこととか覚えていくんで、やっぱ必要な時間だとは思いますけど、なのでやっぱその衛生的な観念も自分でグローブつけてそのバラシとか掃除をすることで、これには触っちゃいけないとか、素手では触れないとか、こういう風手順で洗わなきゃいけないとかを覚えて、なんでその手順なのかで危険を知っていくし、そうですね。ただもっと細かいマシンインク、針のこととかはその先輩のバラしながら、こういう風にマシンってセットするんだっていうのを学んだりとかですかね。あといつもと違うマシンだなと思ったらこれ何って聞いたりとか、っていうところで、特に誰も教えてはくれなかったので、そんな厳しいから教えないっていうのではなくて、よりは見ながら覚えてったって感じですかね。ゆるゆると1年ぐらいかけてって感じですけど、だから自分が練習で自分の足に掘り始める頃にはどうやってマシンをセットするとか、どういう針を選べばいいとかはちょっとぐらいある程度は分かるようにはなってた感じですけどね。名前の由来は、その自分のやってるスタイル的に少し暗い感じとか変な感じが良くて、で、最後までこの英語表記のものに英語で分かるものにするか日本語かで迷ったんですけど、英語の方がその海外のコンベンションとかに出るときに理解されやすいし覚えられやすいからいいかなと思ったんですけど、やっぱりなんか他にはない感じだったら日本語かなと思って鬼人館にしました。彫師としての目標はまず第一に長い間続けられるように、一つ一つの仕事をなるべく丁寧にこなしていく感じですかね。で、将来的な目標どうですかね。今のところはその自分のお店を拡大したいとかそういうのはないですけど、今もう3年ぐらい一人でやってて、でもう一回誰かと働きたいなとかそういう感じはかなり今はありますね。少しマンネリ化してきたので、刺激っていう点ではもう一回なんかいろんなことを学び直したいなっていうのもあるし、将来の目標というよりは近しい目標はそうですね、刺激を受けれる環境を、整えていくって感じですかね。魅力は自分の中ではただダークなだけじゃなくて、その中にある美しさとか、日本語で言うと丹美みたいな
そういう感じを求めてはやってますけど、魅力は何ですかね。でもやっぱり、日本で入れ墨自体がちょっとタブー視されてるところもあるかもしれないですけど、その中でジャンルとしてはさらにちょっとタブーじゃないけど暗い公には見せられないみたいな、そういう感じもあっていいかなと思いますけどね。怪しさみたいなところはあるかなと。自分の中でこうっていうふうには決めてないですけどね。あくまで、自分の特徴としてはあんまりルールを細かく決めずに、その人にちゃんと合うようにとか、面白い構図が浮かんだらそっちをちょっとプッシュしたりとか、そういうことはありますけどただ単にただ暗いとか攻撃的なものではなくて、その中に多少美しさがあるとか、グロテスクなんだけど何か惹かれるみたいな、そういうポイントがあるといいよねっていう感じですね。タトゥーがアートかどうかっていうのはすごい多分いろんな論争があるとは思いますけど、その内容を今までずっとふわふわあったタトゥーシーンよりはもう一個掘り下げて深掘りしていきたいっていうのもあるし、その内容が伝統入れ墨だったらやっぱそういう古典お話とかいろいろあると思いますけど、自分の場合はもうちょっと例えば現代文学とか近代文学のとこから取ったりとか、なんか世界のいろんな怖い話とかホラーとかこういう不思議な話があるとか、そういうとこからイメージ化できたりしたらいいなと思いますけどね。そういうお客さんが集ってほしいっていう意味で鬼人館っていう名前もありますし、別にホラー以外もやってますけどなんかとにかくそういう不思議な物事を自分がビジュアル化して、さらにそれをタトゥーで彫ってくれれば一番いいですね。面白いかなと。必要なのは好きな堀Cさんとか憧れの堀Cさんに彫られに行くことがまず一番ですかね。国内外問わずですかね。本当に好きなアーティストがいたら海外でもお金を貯めて絶対に行った方がいいですし、あとは上手い人本当多いですからね。やっぱ時代がもう全く違うなと感じますけど、ただタトゥー以外から積極的にいろんな情報っていうか、その自分の好きなものを見つけたりとか影響を受けて、そういうのを反映させていくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。技術はもうあとは彫ってる頻度とか内容によると思うので、長い間かかりますけど、一つ一つ丁寧にやっていく以外はないとは思います。今の時代は早いですもんね。成功も早いし、やっぱり SNS が一番の理由だと思いますけど、昔じゃやっぱりありえない速さの成功をつかむ人もいるけど、でも自分の場合はそういう時代じゃなくて逆に良かったなとは思いますけどね。雑誌もたくさんあって、自分の作品を写真撮ってそういうところに送ったりとかもしたし、そういうの見ながら情報がない分、想像してこう彫ってるのかなとかいろいろ試したりとかもしたし、あとは今より自由だったかなと思いますけどね。考え方も自由だし、みんなもっと変わったオリジナルな作品を作ろうっていう切磋琢磨感が大きかった気がするし、そうですね。YouTube で何言ってんだって感じだけどSNS が全部、個人的にはちょっとダメにしちゃったところも大きいのかなとは思いますけどね。自由で怪しかったタトゥーはもうあんまりないかもって感じ。こういう YouTube のメディアもそうですけど、タトゥーのことを教えてくれるメディア、前は雑誌があったので、お客さん側が検索をしなくても、正しい正しくないは別として、こういうのがあるっていうのを雑誌を見たら勝手に出してくれたと思うんですけど、今そういうのがなくなっちゃって、なかなか
ネットが発達した分検索するのは容易になったんですけど、何を検索したらいいかわからないってお客さんがとりあえず多いと思うので、なんかそういう情報をねプロ側から発信してるものがたくさんできれば、もう少しシーンが面白くなるかなとは思いますね。やっぱり今のお客さんは SNS とかで見たもので内容もよくわかんないけどこういうのが掘りたいっていう感じが多いので、よりはお客さんが自信を持ってその人のなんか生活とか仕事とか何でもいいですけど、自分に関係あるものを掘ったりとか、そういう面白い方向に、動いてくれたらいいですけどね、とは思う。あんま何が流行ってるとか、じゃなくて自分に関係ある自分の好きなものを掘ってくれと。